こんにちは。アニメ紳士です。今回は姫様拷問の時間です。第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。健康診断もしてくれるんだ。至れり尽くせりだな。まだ1ヶ月しか経ってないのかよ。ナース最高位拷問官似合うな。健康的な監禁生活とは。マーシンでもらっても困るし、健康でいてくれないと聞き出せないもんね。捕虜の体調管理は大事だからね。やったね、グレート見習い拷問官とは。マオマオちゃん様が昇格。肩車してくれるわ。魔王逮捕。親子だからセフセフ。声優ライブあるんだこの世界。声優ライブ行く魔王。肩の角が危ないからライブで人の中入っちゃダメでしょ。こんな娘がいたら可愛くて仕方なかろうて。娘に彼氏できたら魔王様どうなってまう。切れていろいろ調査の結果、人柄良ければ認めるとかじゃない。こんなに可愛い娘もいずれ親父うざいとか言い出すんだぜ。女は親父とか言わないイメージ。魔王様マンション住みなんか。スマホや自動車があったり、文明が現代っぽいんだよな魔界。一度食ってみたいんだよ、この焦がしてとろかしたチーズ。ほんと注射は上手い人に当たってほしいもんで。下手くそにされるとマジ痛い。注射と採血って別物だよな。注射は平気、採血は何か苦手。まあ針違うし抜くからな。王女でも注射はあかんか。姫様の幼女体型見てもな。揉めるほどおまるパイあるぞ。ひげぐらいの身分なら裸なんか晒し慣れとるでしょ。姫様が着てた服の一部は転送されたのを回収せな。運動会の知勢のパパ。大変な運動会になりそうだ。魔王が公園で遊んでいても問題ない世界だから、運動会参加しても平気だろうな。魔王っていっぱいいて、同じレベルのお父さんボロボロおるんやろな。マオマオちゃんマンション住まいなのか。チーズとカバオは声優が同じというのは王国の機密事項なのか。助けに来たのに。やっぱこいつセイバーさん。よくよく考えれば、聖剣と姫様がいてなんで逃げられないのかな。しかも足かせ余裕で外せるんだよな。本人に逃げる気が全くないから。もう反逆者だよね姫様。反逆はルルーシュの役割なのに。これアカシックレコードの彼方に消えてるよね。いい最終回だった。今日は1回しか話してないぞ姫。偉いぞ。いやもう1回は魔王様が家族サービスしてる時に。いろいろ手厚い捕虜生活だけど寝具はないのな。欲しけりゃ秘密をしゃべれ。姫様のサイズはいかほどのものなのか。大きかったり小さかったりする。魔王様強いやんけ。運動会の準備。運動会会があるアニメは名作。このアニメ1年やってくれねえかな。原作が尽きてしまう。張り切って次の日大変なことになる父兄。おっさんは運動会のウォーミングアップは念入りにしないとな。運動会に何するんだよ。てか魔王の奥さんはいないの。オープニング見てないのか。オープニングで魔王の娘を抱き上げてるキャラが奥さんでは。ママいたわ。大原のやつおるやん。姫様拷問って初期はこうしてちょいちょいはちょいエロもあったけど、そういうのが完全になくなった後、原作は跳ねた。令和だなって監督インタビューあったよね。この次の登場回が割と面白い。さてチーズとソーセージ買いに行くか。魔王軍はクソ雑魚だからちょっとした情報程度では勝てないとか言ってたが、魔王一人でよくね。今回もめっちゃ笑ったわ。ほんと良いアニメ。今回の拷問チーズだけか、そのうち拷問が全くない回とかありそう。今の漫画の方も拷問とは回多いからな。トーチャーの孤独のグルメ回とかあるよ。つか白丸ごと眠らせるチート睡眠魔法って、あいつ一人で魔王女を落とせるのでは。魔王軍あんま戦闘方面の就職希望がいないので人手不足なんだ。ちなみにこの前の肝試し会に出てきた一回姫様にやられて復活したやつは、その後本来希望の食堂勤務になった。魔王様も強いけど姫様もぶっちゃけ化け物だから。一応一人一人が今まで姫が戦った奴らより強い。
黒笠七人衆とかいるから。今回はパロディ多めな感じ。あと新魔法なのにショーの内容は前と同じかな。姫様の裸でテこ入れならずかよ。源田さんもそうだけど中の人のおかげで面白くなってるな。最適解のキャスティングと熱演で今週も素晴らしかった。姫様こんな生活しててよくデブランだと思ってたけど、健康管理されてるからか。兄よりで千日手運命言ってましたが、今作がセクシー路線をやめた影響か。ルーシュと姫様の絡みは現状原作ではこれが最後です。来週はマウマウちゃんの運動会の拷問だと今まで以上に恐ろしい回になりそう。僕は直視できるのだろうか。地位に沿った言動を送る毎日では本当の幸せを見失ってしまうから、時には幸せに向き合う休息があっていい。そんな魔王とマウマウちゃんのエピソードが月曜かつ祝日の今日に組まれたこと、偶然かもしれないけど視聴者へ向けられたメッセージにも感じた。受け取りました。魔王様とマオマオちゃんの親子水入らずの一日。一人のパパとしての顔を見せる魔王様。素晴らしきパパだよあんたは。ラクレットチーズ。健康診断の注射に屈した姫様でもさすがにすっぽんぽんには屈しなかった。マオマオちゃんの運動会も楽しみだ。この魔王は源田さん以外は無理だな。飯テロコスプレオのディ、久々に盛りだくさんだったね。しかし X が見れば見るほどわからん。なんでがっつり使われておきないんだよ。今回めちゃ面白かったな。マオマオちゃんと魔王との遊び。てか魔王様意外と細いな。がたいいい方だと思っていたけどな。チーズよりも注射が怖い姫。マー注射って下手な人は痛いからな。そしてまたルージュ、まともに転移させろよ。来週もお楽しみに。魔王様、普通に良いお父さんだった。暮らしている家もアットホームな感じのマンションだし、ギャップが激しい。姫様、注射が嫌いだったか。あちゃあ、拷問官のナース服は普通に様になってる。オノディ声の騎士と姫様のチキンレースが始まる。笑い。マオマオちゃんへのご褒美、めっちゃ平和な世界でした。なんで戦争してるんだろうか。健康診断が願えるほどの拷問になるとは。トーチャーのナース姿は可愛いですね。相変わらずなぜかエロくなる救助方法はなんとかならんのでしょうか。魔王様が小煩悩、そして声優好きとメモメモ。今回は怖い拷問が続くと思いきや、まあそんなはずないよね。最上位拷問官トーチャー様は優秀。引き出しが多い。そしてまさかのオノディ再登場。だがオノディの無駄遣いではすっぽんぽんはやっぱり無理だ。もしかしたら捕虜になるまでの姫様ならば全裸も我慢してたのかもしれない。ただ自分の欲望に負けることを知ってしまったらもう耐えられませんわね。マオマオちゃんの欲望解放と対比になってたのもうまいです。親子っていいね。楽しそうな魔王とマオマオに幸あれ。健康診断付き拷問とは素晴らしい環境。トーチャーのナース服姿も最高。それにしてもルーシュのバカ真面目さ大好き。聖城騎士ルーシュブリタン、彼の行動をどうして責められようか。姫様奪還の魔法の効力で一時は致し方なくすっぽんぽんになるが、魔法の絵章に集中しただけでよこしまではない。我々も必ず同じことをする。答えではないかと深い思考に思い至る。次回も期待。魔王様が優しい。溺愛するマオマオちゃんの欲望を食らい尽くしてあげる小煩悩な姿が特別な威厳を感じました。その威厳のために親子の触れ合いそのものを我慢をするのは拷問だねっていう深いメッセージが感じ取れる良いエピソードでした。魔王と娘のやりとり可愛すぎる。もうマジで姫様寝返っちゃえば。ラクレットチーズ良いな。あれは私でももし目の前でやられたら姫と同じリアクションになるわ。そしてチーズとカバオくんの声優が同じなのは王国の秘密なのか。多分全員知ってるぞ。愛する娘を前にして魔王の威厳などは関係ない。マオマオちゃんの笑顔を守るために奮闘するパパも可愛くて微笑ましい。適正な拷問をするための健康診断とかいう有料施設。それがまさか姫様にとって最大の拷問になるとは。転げ回る姫様は愛おしいし、
看護師の衣装も凝ってて好き。魔王と山田の後方腕組みシナジー。回を重ねることにもう魔王軍で良くないってなってきたところに、父ちゃんの看護師服姿は熱い。福利厚生の手厚さとか、これもトップの人格が組織文化に反映されてるパターンでしょ。相変わらず的確に姫様を苦しめてるの。ここ王軍で草。威厳の対比が面白くて、気にして後方で腕組み生還する魔王、気にして前方で戦ってた姫様。魔王は威厳を気にせず、前に出るのも良いと思って、姫は威厳を気にせず屈する。抑制せず自らを解放する。そのために健康は大事ねって、健康診断とシーパートとつながってるよね。パパとずっと遊びたかったマオマオちゃんの思いを叶えてあげた魔王様。かっこよかった。まあ魔王様の方も遊んであげたくて、間違いなくうずうずしていたけど笑い。公園で遊ぶ途中の挿入歌でまた涙腺が、楽しそうなマオマオちゃんを見れただけで、大満足の回でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。